何食べても。さ、仕込みやるから。製麺会社の直営店にいたんだけど、その製麺会社が結局倒産しちゃってさ、そして今のこの安倍社長とちょっと面識があったから、それでここでちょっとお世話になるように。安倍製麺自体はもう80年ぐらい、創業80年ぐらいになるのかな。ここに書いてる。もともとね、あれなのさ、ホテル、小樽のホテルにいた。中華歴で言うと何年ぐらいですか？もう30年超えたね。もう40年ぐらいになる。最初は滝川のホテルね。これチャーシューね。小樽ラーメンってさ、ないんだよね。やっぱり札幌は味噌あるし、旭川は醤油、函館は塩。小樽はないのかって言ったらやっぱりね、個人のお店は有名店たくさんあるんだけど、他の地域よりすごくやっぱりあんかけ焼きそばのねお店がすごく多いのさ。それがなんか当たり前だと思ってたんだけど、なんていうか市外の人が来てさ、小樽ってすごくあんかけ焼きそば多いよねっていう、もう中華系のとこもあるしさ、喫茶店とかでもやってるからね。なんか大変な時期もある。25分ボイルして、その次にタレで20分20分。1日何個ぐらいもうずっと切られてますけど、8玉ぐらい。そうですね、平日でそれぐらい、土日だともうちょっと多いかな。これ餃子ね。野菜多めにしてます。野菜と肉の割れを2:1ぐらいにして。1週間、今ちょっと餃子が最近人気なんで、1週間に2、3回は仕込みしてるかな。今日は3勝。土日は4勝。あ、チャーハンが結構出るし、あんかけチャーハンっていうのもあるので、これは父さん7つ星。焼きそばが焼きそばがね、大体平均すると6、7ぐらいかな。この日の天候とかにもよるんだけど、ラーメンとかがまあ4割、3割出るかな。で、ラーメンはやっぱり味噌が出るね。ピリ辛の旨辛焼きそばっていうのもあるから、それも結構出たりするね。かけてるのは何になるんですか？片栗粉、あんかけ焼きそばの食材のエビとイカなんですけど、普通にこのままボイルしたら縮んじゃったりとかするから、そういうのを防止するためと、エビとイカの食感残せるように片栗粉と卵同時にコーティングする感じですね。酒、醤油、砂糖、オイスターソースでこっち自家製の配合で作って、うちで作ってるあんかけ焼きそばのタレ、それをちょっとこっちの自家製のやつと混ぜて使ってます。フレッシュ感を出すのにちょっとうちの足りない分を補ったようなタレを混ぜて、近くからこう寝かしてるよりもね、ちょっとフレッシュな感じでやった方が美味しいです。醤油味の方はね、力んきの方、これがねやっぱり
美味しいんだよね。オイスターソースがやっぱりオイスターソースは決め手なんだよね。これ肉にねちょっと味をつけて、水をねちょっと肉に含ませることでちょっと柔らかさも出る。豚バラを使ってるからこのまま混ぜちゃうと結構ちぎれちゃったりするんだよね。あんかけ焼きそばははい、何種類具材が入ってるんですか？肉、エビ、イカ、タケノコ、人参、キクラゲ、玉ねぎ、くわい、絹さや、何種類か。あともやしも入るから11とかかな。地域を活性化のためにさ作った、小樽あんかけ焼きそば親衛隊っていうのがあるの。はい、でんぷんでコーティング、肉が美味しいのさ。豚バラ肉をこうなんていうか鍋でこう炒めてこう作るのがあるんだけど、それはやっぱり肉から出るなんていうか旨味をこうスープに移すっていうか、肉が硬くならないとかそういう部分でさ。混ぜそばっていうメニューがあるんですけど、それに入るピリ辛のひき肉、それの仕込みしてます。これだけ長時間ってないからね。いや確かに。テレビこんな感じで。ラーメン屋さんは。いや、綺麗じゃないです。千葉さんの方が綺麗。全然。酒、醤油、砂糖、塩、にんにく、生姜。店長がやっぱり中華の出身なんで、タレつけながら食べれるぐらいの感じ。そんな。普通に平らにするよりはこうやってやった方が全体的に冷気回って締まりやすくなるんで、あやかかるから入れるとこだけ取ってってくるんですよ。芯が中心になるように。鍋をねよーく焼かないとねくっついちゃうからね。はい、お疲れ様です。
すいません、ありがとうございます。こんな感じ？お、浜ちゃん。いっぺんに12枚ぐらいするんだけどな。すいません。どうだろう、なんかミッフィーちゃんの方。ピンキーちゃんかもしれない。IM。失礼いたしました。食べたくて来ましたあんかけ焼きそばはじゃあ何度か食べられたことは？でも小樽で食べたのは初めてです、美味しかったです。美味しかったです。両面に焼き目つけて。ラー油的なやつですか？どうしてこのお店を選んだんですか？現場に近かったからです。あんかけとチャーハンのハーフ&ハーフです。応援してます。美味しいですね。OK な。あんかけラーメン1、チャーハン1です。
この中に粉とかお水とかが入って、この中でこう攪拌するんですよね。はい。で小樽はね、お水もすごく美味しいんで、お水の良し悪しがやはりこの麺の良し悪しになるんだよね。でこれがずーっとこう流れてる。これを通すとラーメンの形になって出てきます。北海道は寒いんでスープと麺がよく絡むように、それでウェーブをいっぱいつけて、こういっぱいこうスープも一緒に入ってくるようにチリチリ麺にした。最初小樽市の手宮っていう場所で、こっちに昭和45年かに桜町って今のこの場所に引っ越しして、トロリアン自体は7年目かな。小樽はお寿司の町で、お寿司が有名なんだけども、12年ほど前からあんかけ焼きそばを小樽市の町おこしということで、PR をしてかなり全国に有名になってきて、で小樽のあんかけ焼きそばっていうのが観光客にも認められてきて、だから夜はお寿司を食べてください、で昼はあんかけ焼きそばを食べてくださいっていう、そういうコンセプトでやってます。作ってる麺は、ラーメン、うどん、そば、焼きそば、あと生冷麦とか、あとスパゲッティ、生スパゲッティなんかもやってますね。そういう麺を小樽市内のスーパーですとか、あと学校給食とか、あと飲食店とか、病院とか、そういうところに卸しています。したら8000食ぐらい、多い時で1万食。今はもううちともう1軒2軒しかなくなっちゃったんで、一番古い方です。昭和30年代には20軒以上あったんだけども、今2軒しかなくなっちゃった。小樽市内はやはり、どんどん人口も減っちゃってるんで、本州ですとか、ちょっと小樽市以外のお店にもっともっと広めたいなって。40人来るからさ、だから昼間は今日5、60人ってぐらいかな。お店にはよく来られるんですか？来るよ。だって美味しい。本当に美味しいのよ。ねえ。頼まれたのは何になるんですか？あんかけラーメン。一応です。あっさりポン。あんかけ美味しいよ。何食べても。焼きそばも食べられたことありますか？食べるよ。醤油も塩も。何でもこい。何でも美味しい。美味しかったよ。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。美味しいかな。餃子5個ずつなんですけど、今まかない用だから6個ずつでやったって。
うちはちょっと手間がかかるんだけど、やっぱり生麺で片面で茹でて水気を切って焼き目をつけて出す。それがねやっぱりこう一番麺が美味しいかな。じゃあもう麺自体にコシをつけるようなボイルをしてるから、だからそんなにこう焼きを強くしなくても食べた時にコシのある麺で食べられるのかな。お待たせしました。塩野菜です。お店には何度か来られたことはあるんですか？今回初めてです。こっちが醤油で、こっちが今からなんかけそうですね。今からだけ思ったより辛くてちょっとびっくりした。苦手な方ではないんですけど、想像よりも辛くて、ただ食べたことない味だったのでちょっと美味しいな。パンチのくる辛さというか、一発目で辛くなるような感じですね。醤油の方はいかがですか？そうですか。こっちがラーメンです。でこっちが焼きそば用の。と並べると焼きそばの細麺なんですよ。やっぱりお客さんにはこう食べやすい硬さで、そのままこうテーブルに行きたいので、ちょっとこうでんぷんもちょっと選んで、なるべくこう戻らないようなでんぷんを今日は我慢して、今日は我慢して。佐藤さんはライス
かなり激しい降り方ですよこれ新橋。